今回は The Brainwashers の深掘りと解説としてディープダイブをやっていきたいと思う。 The Brainwashers は去年の6月にリリースしたんだけど、楽曲のデモ自体はもう10年前ぐらい、8年前から10年前ぐらいの間にもうできてて、インストだったんだけど、その時はそれをずっと撮っておいてて、ようやく出せる時が来たかなっていうところだよね。なんで今になってっていうと、当時この曲を出しても多分理解できないだろうなっていうところが大きかった。今になってようやく時が来たかなっていうところだよね。タイトルにある通り The Brainwashers、 日本語で副題で洗脳者たちってついてると思うんだけど、そのままの通りの意味で受け取ってまずはいいかな。なんで日本語で副題つけてんのかとか、リリックビデオを見てもらったらわかると思うんだけど、なんで歌詞に英語で歌ってるのに副題で The Brainwashers 洗脳者たちってついてて、でリリックも英語で書いてある下に日本語で書いてあるのはなんでかっていうと、単純にむしろこのメッセージを日本人にも届けたいっていうところからだよね。日本語、英語だとさ、結構アレルギーみたいな反応になって英語が出てくるだけでね、スワイプしちゃったりとかっていう人も多いと思うから、なるべく多くの人に伝わるように日本語はつけてる。これからもそれをやっていくかな。じゃあ早速この曲のテーマについて話していこうか。洗脳者たちってさ、いわゆるメディアとか権力者とか、いわゆるプロパガンダとかね、そういったものが浮かびがちだと思うんだけど、この曲で俺が言いたいのはそれだけじゃないよねってこと。誰もが洗脳する側にもなるし、される側にもなるっていう話なんだよね。これは、ミームの感覚にも近いのかもしれないけど、ネットミームのミームじゃないよ。ミームね。ネットミームもある種そういう面があるのかなとは思うんだけど、最近それがだいぶピーク来てるよね。インフルエンサーなんか見たらよくわかると思うんだけど、自分が正しいとか自分に価値があるってことにしたい人たちが何かの価値観を犠牲にすることによって自分を押し上げようとしてるよね。それで、そういう価値観にさらされた若者だったりとか、ネットを使ってる人たち、つまり全ての人なんだけど、それに影響されてその価値観を自分に取り込んで、またさらにその家族だったり友達だったり、ネットの他のコミュニティの人だったりとかに伝染させていくってことなんだよね。最近だと街中見ててもそう思うし、ネット見ててもそうだし、若い子たちを見ててもかなりピークかなって思うよね。だからなんでこの曲を出したのかって言ったら、こんなパニック状態のいわゆる箱の中でお互いにパニックを起こしてて、何がまず最初にやるべきかっつったら、水をかけること、頬を叩くこと。まず現実に引き戻さないとどうにもならないから、だから第1曲目にこれを選んだ俺の活動の。これは根深い問題でさ、いわゆる最近よく話題になる承認欲求とかさ、自己が肥大してる状態だったりっていうのも一側面としてはある。だから洗脳者たちっていうのはさ、マーケティングとかブランディングとか、それはインフルエンサーとかそうだよね。最近よく言われる老害っていうのもさ、ある種で一つのレッテル張りなわけでしょ。それはつまりさ、自分たちはある意味弱害でもあるってことだからね。分かってるか分かってないか分かんないけど、物事を
一つのステレオタイプに押し込めてレッテルを貼ってラベリングしてカテゴライズして、確かに老害はいるよ。だけどそれって同じ穴の無地なになるってことだからね。同類になるってことだから、そこは若者としては正しくない道だよね。だからそういうさ、自分のさ、そう鬱屈した感情だったり劣等感だったりをさ、同じ形で返してもさ意味がないよね。結局そこを乗り越えて挑戦しないと、俺たちの下の代にバカにされちまうぞって話だわな。マーケティングとかブランディングっていうのにさ、過剰な状態が起きてさ、ある意味それは自己表現じゃなくて自己演出になってったわけじゃん。でそこに何が起きるかっていうとさ、執着だよね。推しとかもそうだけど、それが健全な形で消費されたりとか、その人一人一人の糧になってればいいんだけど、そういう負の側面もあるわけだよね。で YouTuber とかインフルエンサー見てると、私もなれるんじゃないかなとか、俺もなれるんじゃないかなとか、最近はかなり限界が来てるから、そういう人も減ったのかなとは思うけど、そういう感覚の人で溢れてるわけだよね。チャンスがあるんじゃないかなとかさ。で SNS で影響力が可視化されるじゃん。フォロワーとかいいねの数とかで、そうなってくると、そのために自己表現じゃなくて自己演出をするようになって、執着だわな。取りつかれるようになってるよね。てか取りつかれてるよね。で手段を選ばずにそういうものをまき散らして、自分はでもそれで満たされないわけじゃん。自己演出だからさ、自己表現じゃないから。でもその満たし方を知らないから、さらにそれを加速させるよね。いわゆるガキなんだけどさ、ガキ界に落ちるってことだよね。別に俺仏教徒でも何でもないんだけど、適当な言葉がそれしかないからそう言うんだけどね。よく考えてみてほしいんだけど、日本人の大半は貧乏だ、お金がないって言ってもインフラはあるし、衣食住に困らないよね。生活保護もあるし最悪。でいろんなものがフリーになってきてるよね。 AI も無料だし、いろんなソフトとかスマホでも作れたりとか、チャンスはどこにでも転がってる世の中にはなったよね。でもう少し踏み込むとさ、この国の文化ってさ、ちゃんと継承できてきたんだろうかっていうとこだよね。例えば今テレビが消えようとしてるよね。なんで引き継げないのか受け継げないのかって言ったら、そこに本質がないからってだけの話なんだけど、何かその文化を自分が担っていて、それを自分が大切だと思っていて、それを受け継いでいこうっていう気持ち、信念、覚悟がないからだよね。でそういうものがこの国には前提としてあまり存在してないんじゃないかなって俺は思うわけ。だから結局さ、なんで今若者がさ、起死燃料があったりとかさ、虚しさとかさ、絶望感とか虚無感ってのがあるかっつったら、そこが大きく関係してると思ってんのね俺は。だってねえ、何でもかんでも消費するだけで何も残らなかったら、そりゃ虚しくなるわな。もう最近はさらにさ、既得権益層の老いたがちょっと加速しすぎてるところがあって、若者ってさ、例えば80年代70年代、90年代2000年代ぐらいまではさ、ロックだったりとかメタルっていうのでおかしいって思うことだったりとか、自分の不当な扱いだったりとか、とにかくこれは正しくないってことだったりとか、みんな声を上げてたわけじゃん、メタルとかロックで。これは日本以外の話だとは思うんだけど、本場のロックとかの話ね。でも日本は
そういったものをさ、音楽とかそういうものをさ、エンタメ消費するためのものにさ、まあ構造に組み込まれたわけじゃん、日本の社会システムの構造の中に。最近かなり日本は限界来ててさ、いろんなところにほころびが出てきて、ごまかしきれなくなってきたよね。でその時に今このタイミングでじゃあどんなものが出てくるかっつったら、一見反抗的に見えるものだったりとか、一見お前の意見を代弁してくれたり、お前の気持ちを代弁してくれてるようなやつが出てきたりするっていうことなんだよね。じゃあそれがさっきも話した自己表現として出てきてるものなのか、自己演出として出てきてるものなのか、戻ってくるよね。洗脳者だよねこれって。まあこれって別に陰謀でも何でもなくて、例えばさ、ホストとかそういったものでも行われてるよね。俺はお前を愛してるよとか、まあそういう茶番をやってさ、その幻想にさすがりつくわけじゃん。それはいろんなグラデーションのレベルで起きてるよって話なんだよ。横も縦もね。それって非常にグロテスクだよね。こんな世の中はおかしいとかさ、私の気持ちは大切にされてないとかさ、もっとなんだろうな、そういうものがさ、本質的なところから湧き上がったものじゃなくて、ただお前から時間や金や労働力とか価値観とか認識っていうものを搾取するために組み込まれてるシステムの一部だって知ったら、お前はどう思う？非常にグロテスクだよね。まあこの第1曲目の The Brainwashers は本当に問いかけ、問題提起、ドーンって置いて何を感じるって話。答えを示すつもりはなくて、本当に問題提起。ここからじゃあどうする？どうしたらいいの？どう考えてったらいいの？だからそれをさ、一緒にやっていこうよ。そのためにポッドキャストとか、まあリリックのノートとかにリリックの解説書いたりとか、これから Vlog とかもねやっていこうと思ってるから、もういろんなものを通していろんなものを吸収して自分で考えてってほしい。自分で見て聞いて咀嚼して自分のものにして考えて、それでどう行動するかっていうのを自分自身で考えてほしい。まあ本物の時代をこれから作っていこうよってことだわ。終わらせようよこの茶番はさ。まあそのためにはさ、知るべきこと、知ってなきゃいけないことを前提に自分たちがどうしていくべきなのかっていうのを考えないといけないよねこれから。さっきも言ったけど、要はお前らは搾取されてんだよ。それはもうここからね、ここだけじゃないよ、心もそうだよ。認識、心、これから先これ以上悪化していくとなると、今度は何が取れると思う？そこまで考えてみてほしい。でこれは音楽っていうのはさ、すごいパワーがあるわけじゃん。俺はそれを信じてるんだけど、でも今のそういう音楽業界とかそういったものには見られないじゃん。ないよね。ある？まあ共感にすがりついてさ、SNS とかと同じようなさ、共感の飽和が起きてるわけじゃん。音楽でも共感、私もわかる、同じ気持ちいいって、そう思ってるだけだから。それも執着だから。まあ執着ってなんやねんって思うかも、なんなんだよって思うかもしれないけど、そこにすがりついたところでじゃあどうすんの、どうなんのって話だわな。だからこれはある意味でかいこと言うけど、取り戻していくってことでもあるわな、ロックを。まあこんな大げさなこと言っといてさ、全然登録者も0人だし、ストリーミングも1000再生まだいってないし、
リリックビデオは30再生だし、まあでも1いいねはつけてくれてて、本当にこの段階で分かって感じてねつけてくれる人って本当にすごいなって思うんだけど、だからさ、俺は金もないし知名度もないし力もないよ。でも俺の中に答えがあるから、それを忘れないでほしい。それを見たいなっていう人はこれからを楽しみにしててほしい。これは本当に始まりに過ぎないから。じゃあ今回はここまでにしようか。